マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、最近ですね、韓国では PM2.5 がとてもひどいです。で、この PM2.5 っていうのは、とっても小さい空気中の埃のようなものですね。で、これが目に見えないくらい小さくて、息をすると体の中に入りやすいっていうのが問題です。で、韓国ではこの PM2.5 関連のアプリがね、あるんですけど、そこには絶対に外出しないで。今日は PM2.5 が本当にひどいです。みたいな感じで書かれているんですよ。うん。でも、そう書かれていてもね、やっぱりどうしても外出しなきゃいけない時もあるじゃないですか。なのでそういった時は、私もね、もうしょうがないので、マスクをつけてから外出するようにしています。で、マスクをしないと、本当に喉が痛くなっちゃうんですよ。うん。なので、やっぱりPM2.5 がひどい時なんかはね、マスクは必ず必要アイテムですね。はい。で、実は、日本でも、この PM2.5 が話題になる時があるんですね。で、特に春頃はニュースで今日は空気が悪いですって注意が出ることもあります。うん。でも、韓国よりはひどくありません。ですが、やっぱり今日本に住まれている方も多いかなと思いますので、もし空気が悪い日はね、マスクをつけて、で、しっかり対策をして外出するようにしてください。はい、もう本当にね、早く空気がきれいになって、いい天気になるといいなと思っています。はい。それでは今日のテーマいきましょうかね。今日のテーマは部活です。はい。皆さんはこの部活って知っていますか？この部活っていうのは、学校の授業が終わった後に参加するクラブ活動のことですね。国によっては、日本と同じように部活動がある国もあると思います。で、日本では正しく言うと部活動、そしてそれを短く言って部活と呼びます。はい。で、簡単に言うと、この部っていうのがチームっていう意味で、そのチームで活動することから部活動と言います。部活はアニメやドラマなどの題材になることも多いのでね、知っている人も多いんじゃないかなって思います。ハイキューや黒子のバスケ、それから軽音あたりは海外でも知られていて人気があると思うのでね、イメージしやすい人も多いかもしれません。で、アニメやドラマで見る部活って、なんだかすごくドラマチックですよね。うん、なんか放課後みんなで走って、そして先輩はちょっと怖くて、で、最後はなぜか泣いてるみたいなね。そんなイメージありませんか？うん。でもそれってアニメだからでしょって思いますよね。でもあれって完全なフィクションっていうわけでもないんですね。もちろん毎日があんなにドラマチックなわけじゃないですし、あとは全てが感動的っていうわけでもないんですけどね。うん。で、他の国の部活動はどうかわかりませんが、日本の部活では同じメンバーとほぼ毎日時間を過ごします。で、きつい練習も多いし、もう無理って思う日もあります。でもね、気づいたらクラスメート以上の関係になっているっていうこともあるんですね。で、終わってから振り返ると、あの時間なんか特別だったなーって思えることが多いんです。
だから日本では部活の話が青春として語られることが多いんですね。ちなみにこの青春っていう言葉は学生時代や若い頃のキラキラした思い出や大切な時間を表す言葉です。そしてこういう特別な時間だからこそアニメやドラマの題材にもなりやすいのかなって思います。日本の部活は他の国に比べて拘束時間は長いですし、人間関係もかなり深いのでね、日本独特の文化っていう感じがします。で、海外の方からすると、それ毎日やるの？なんでそんなに本気なのって思われがちな、ちょっと不思議な文化かもしれません。はい。ということでですね、今日はそんな日本の部活についていろいろとお話ししていきたいと思います。ですので最後まで聞いていただけると嬉しいです。それからこの舞の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっております。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。はい。では、この部活ですが、日本の中学と高校では、ほとんどの生徒が入ります。で、何かしら部活動に入らないとダメっていう校則がある学校もあるんですね。ちなみに、部活に入らなくていい場合、部活に入っていない子は帰宅部と言われていました。で、私の通っていた学校は帰宅部 OK。もう部活に入らなくてもいいよっていう学校だったんですけど、スタッフのかよちゃんが通っていた学校は、全生徒必ず部活に入らないとダメだったそうです。そう、だからこう、学校によってね、違うっていうのも面白いですよね。日本の部活動は大きく分けて運動部と文化部に分かれます。で、運動部は野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、陸上とかですかね。うん。で、人数も多くって学校の中でも結構目立つ存在です。で、この目立つ部活動に入っている子は結構モテる子が多いイメージですね。うん。これは私個人的に思うことなんですけど、そう、なんかそんなイメージが私の中にずっとありますね。あとは文化部だと吹奏楽部は特に人気で、全国規模の大きな大会やコンクールなどがあります。で、文化部っていうのはですね、スポーツではなくって音楽やアート、放送などの表現をしたり、作品を作ったりする活動が中心の部活のことです。それを文化部と呼びます。そして、この吹奏楽部っていうのがどんな部活かっていうと、吹奏楽っていうのが、こうトランペットやサックス、あとはフルートなどの管楽器や、あとはドラムなどの打楽器を使って演奏する音楽のことですね。で、その吹奏楽部ではたくさんの楽器パートに分かれて、みんなで一つの曲を作り上げます。で、ちょっとオーケストラに似ている部分があるんですけど、学校のクラブ活動として行われるっていうのが特徴的です。文化部には吹奏楽部の他にも美術部、茶道部って抹茶を作る部活ですね。うん、茶道部、そして文芸部などがあって、珍しいものだと鉄道研究部やカルタ部。カルタっていうのは日本の伝統的な遊びですね。お正月の時にする、はい、伝統的な遊びです。そのカルタ部、そして科学部などもあります。で、最近ではダンス部や e スポーツ部なども人気みたいですね。うん、この e スポーツ部っていうのは私の時代にはなかったので、やっぱりこう今の時代ならではの部活動だなって思いますね。そして部活にどうやって入るのかっていうと、日本の学校では新学期が4月から始まります。そして入学したばかりの新入生に向けて部活動紹介っていうのがあるんですね。で、これは体育館にみんな集まって、そして先輩たちがそれぞれの部活を紹介します。
例えばダンス部がパフォーマンスをしたり、吹奏楽部が演奏をしたり、それから野球部が大きな声でアピールしたりっていうね。そういった感じですごく賑やかでお祭りのような雰囲気です。この時間に新入生たちはどんな部活があるのかっていうのをね、知ることができます。そしてその次に多くの学校では仮入部や体験入部っていう期間があります。これは正式に部活に入る前に実際の練習に参加してみる期間のことですね。で、いくつかの部活を体験して、この部活の雰囲気はどうかなとか、先輩は優しいかな、あとは自分に合っているかなとかね、こういったことを考えながら決めるんですね。で、すぐに決めなくていいので、こういった感じでいろんな部活を試すことができるっていうのがいいところだと思います。そして入りたい部活が決まったら入部届という紙を書いて提出します。それを顧問というその部活の担当の先生に渡せば正式にその部活のメンバーになります。ただしこれは学校によってね少し違う場合もあります。例えば強いスポーツ部、強い運動部ではテストや面談があることもあるそうです。特に高校ではレベルの高いチームの場合、セレクションといって選ばれた人だけが入れるっていうこともあるんですね。で、皆さん、この日本の部活ってどのくらいのペースでやると思いますか？週に1、2回くらいって思いましたか？実はですね、なんとほぼ毎日なんですね。しかも土日もね、活動する部活も中にはあるんですね。これをね、初めて聞くと、え、学校終わった後に毎日やるの？しかも休みの日もって思いますよね。でも、実は全ての部活が同じような感じではありません。部活によってこの活動の本気度だったり力の入れ方っていうのは大きく違います。例えば全国大会を目指して毎日何時間も練習する部活もあります。特に野球部の場合、目標は全国高等学校野球選手権大会、つまり甲子園ですね。こうした野球が強い学校では、甲子園に行くために朝練習があったり、あとは土日も練習があったりして、もう生活の中心が部活になるっていうこともあります。一方で、そこまで力を入れてない部活もあるんですね。友達と楽しく活動することがもうメインと言いますか、目的だったり。あとは週に数回短い時間だけ活動するっていう場合もあります。つまり日本の部活といってもとっても厳しい部活もあれば緩い部活もあるっていうことなんですね。このように部活によって雰囲気や本気度が違うっていう点も日本の部活動の特徴の一つかなと思います。とは言っても、どの部活に入ったとしても、放課後の時間の使い方っていうのは大体似ています。放課後は友達と遊ぶっていうよりも、そのまま部活に行く。学校が終わっても家には帰らずに、また学校の中で活動する。この流れが一般的なんですね。これを海外の方に説明すると、それって授業みたいじゃないって言われたりします。確かに正直ちょっと授業に近いかもしれないです。日本では部活っていうのは空いた時間にやるっていうより、学校生活の一部なんですね。で、実は私も吹奏楽部に入りたかったんですよ。で、音楽が好きっていうのと、あとは楽器を演奏する姿がすごくかっこよくって、もうすごく憧れていたんですね。
でも当時、私が個人的に習い事をしていたので、その部活の時間とどうしても合わなくって入れなかったんですよ。そう、だからね、今でも、ああ、ちょっとやってみたかったなーって思う時がありますね。うん。日本の部活って毎日活動するっていうのが普通なので、何か習い事とかをしていると両立が難しいんですよね。そして日本の部活には特徴的なポイントがいくつかあります。まず一つ目が入部率が高いっていうことです。クラスの大半が何かしらの部活に入ります。入らないっていう選択が少し目立っちゃうっていうこともあるんですよね。だから特にやりたい部活はないんだけど、なんとなく入るっていう生徒も実は結構多いんですね。二つ目は途中でやめにくい。はい、これはですね、ルールで禁止されているっていうわけじゃないんですけど、やめるイコール迷惑をかけるっていう空気がちょっとあるんですよ。だから、合わないからやめるっていうのが少し言いづらいっていう雰囲気があるんですよね。うん。なので、一度入部したら、一度その部活に入ったら、卒業まで続けるっていうのが普通っていう感覚があります。もちろん、本当に辞めたかったら辞めても全然いいんですけどね。うん。でも、やっぱりなんかちょっと言いづらいっていうところがあるみたいですね。やっぱりこれは周りとのバランスを大事にする日本人に多い考え方なのかなって思います。そして3つ目は顧問の先生が深く関わってくる。はい、この部活には顧問と呼ばれる部活の担当の先生がいて、その先生が練習を見たり、あとは指導をしたり、大会に一緒に行ったりします。だから完全に生徒だけの活動ではないんですね。そしてこの顧問の先生、めちゃくちゃ厳しいパターンが多いんです。そう。結構ね、この担任の先生より、顧問の先生の言うことを聞くっていう生徒も多いです。特に運動部ですね。野球部とかサッカー部とかは、そんなイメージが強いです。このほぼ毎日活動する、多くの生徒が参加する、やめにくい雰囲気がある、先生も関わる。このセットが海外の方たちから見るとかなり日本独特の文化と言われる理由なのかなと思います。そしてマネージャー文化です。マネージャーは多くの場合、女子生徒が担当していて、選手のためにドリンクを作ったり、練習の記録を取ったり、時にはユニフォームを選択したりもします。自分が試合に出るっていうわけではないんですが、チームの一員としてね、勝った時の喜びを一緒に分かち合ったりします。こういう役割って日本特有のおもてなしの感覚だったり、あとは誰かを支えることを大切にするっていう文化が少し反映されているとも言われています。それから選手として続けられなくなった人が別の形でチームに関わり続けるっていう方法でもあります。そして正直に言うと、かっこいい先輩の近くにいたいからという理由もあったりしますね。エースのピッチャーとマネージャーの恋とかね。そう、これはもう青春ものの定番ですよね。ここからは日本人なら大体うなずく部活あるあるについてご紹介したいと思います。まず一つ目は、1年生は雑用が多い。はい、これはですね、日本の部活では新しく入った1年生が準備や片付けなどの仕事を担当することがよくあります。例えば、道具を運んだり、ボールを拾ったり、掃除をしたりするっていうことですね。はい。これは、まずはサポート役から始めるっていう考え方があるからなんです。
そして先輩の動きを見ながら学ぶという意味もあるんですね。二つ目は先輩の言うことは絶対。はい、これもあるあるかなと思います。日本はですね、先輩後輩っていう上下関係をすごく大切にします。先輩は経験がある人として尊重されることが多いので、部活の中では先輩の指示に従うっていうのが普通っていう雰囲気があります。もちろんこれも学校や部活によって違うんですけど、礼儀やチームの秩序を大切にする文化っていうのがね、背景にあります。で、この秩序っていうのが何かっていうと、物事が正しい順番やルールに従って整っている状態のことを言います。三つ目は、はいの声だけ異常に大きい。これどういうことって思いますよね。そう、でもね、これはね、特に運動部に入っていた日本人が聞くと、ああ、わかるわーってなるやつなんですね。うん、もうね、本当にびっくりするぐらい、はいの声だけ大きいんですよ。体育館にいたら、体育館全体に響き渡るレベルですね。そう。これはね、私、やる気あります。ちゃんとやってます。話もちゃんと聞いてます。みたいな、そういったことをアピールと言いますか。うん。気合の表現っていうんですかね。そう。とりあえず、運動部の子はみんな、はいだけ大きいんですね。4つ目はガチ部員と幽霊部員。はい、これはですね、とっても真剣な部員、ガチ部員がいる一方で、ほとんど部活に来ない幽霊部員っていうのもいます。だから、あなた同じ部活だったのなんていうこともあるんですね。こういうあるあるを聞くと、うわー、ちょっと大変そうだなって思った方もいるかもしれません。正直に言うと、部活をやっていた時に、今私は成長してるんだって感じる人、そういう風に思ってた人っていうのはほぼいないと思います。でも、大人になってから、あれ部活で覚えたなって気づくことが多いんですね。部活っていうのは同級生だけじゃなくって先輩や後輩、顧問の先生とも毎日関わるので、自然とコミュニケーションの仕方も覚えていくんですね。先輩には敬語を使ったり、後輩には何かを教える立場になったりします。そして上下関係の中でどう振る舞えばいいかっていうのをね、体で覚えていく感じですね。あとは、チームで何かを目指すっていう経験もとても大きいです。一人だけ頑張ってもうまくいかないので、周りを見て自分の役割っていうのをね、考えるようになります。そして、大会やコンクールに向けて毎日コツコツ続ける。大変でも振り返ると、いい経験だったなって思う人が多いんですね。ちなみに部活でよく聞く日本語があります。それはお疲れ様です。はい、これはですね、英語の中にぴったり当てはまる言葉がなくって、海外の方からするとちょっと不思議に感じるかもしれません。例えば、練習が終わった時や部室に入る時、それから仲間に会った時とかね、本当にいろんな場面で使われます。部活が終わるとみんなで「お疲れ様でした」って言って帰るんですね。うん、これは直訳すると「あなたは疲れていますね」みたいに聞こえますけど、実際はですね「今日も頑張りましたね」みたいなニュアンスに近いかなと思います。はい。このお疲れ様ですっていうのは社会に出てからもすごく使う表現です。はい、今日はですね、日本の部活についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんは今日の話を聞いてみて、部活についてどう思いましたか？うわー、大変そうだなって思いましたか？それとも、めっ
ちゃ楽しそう、やってみたいって思いましたかね？うん。他の国の学校のクラブ活動も気になるのでね、ぜひぜひコメント欄で教えてください。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。